ザク2の正当な後継機 AMX-011 ザク3の系譜。ザク3はティターンズで運用されたハイザックやマラサイをザク2の後継機として認めなかった旧ジオン公国軍系技術者たちがザク2の正当な直系機の開発を目指し、当時のアクシズが保有していた最新技術を導入させることで開発された汎用型モビルスーツの一機である。ザク本来の開発コンセプトである優れた汎用性の追求という原点に立ち返り、そのコンセプトの極限を目指して開発された本機は高い汎用性と機体性能の総合面に優れており、大気圏内外問わない運用性を獲得。第一次ネオジオン戦争に投入され、高い水準を満たしたバランスの取れた機体としてサイコミュシステム非搭載の第2世代モビルスーツの中でも最高クラスの性能を誇っていた。しかし同時期に開発された AMX-014 ドーベンウルフとの主力機選定コンペティションで敗れてしまい、量産に至ることはなかった。そんなザク3の系譜の始まりは一年戦争時代に活躍した MS-06F ザク 2F 型にまで遡る。ジオン公国軍の主力を担ったザク 2F 型は高度な運用性と汎用性を確立させたモビルスーツとしてこれまでの兵器体系を覆す戦闘能力を発揮。拡張性にも優れたこの機体は後にあまたのバリエーション機を生み出すことになる。そのうちの1機がザク2の設計をベースに開発された MS-11 アクトザクである。キシリアザビ式の下実施されたペズン計画において設計されたアクトザクはザクの総合性能の大幅な向上を目的に開発され、当時悪魔的な強さを誇った RX78 にガンダムに対する強い対抗心から駆動系にマグネットコーティングを導入。さらにジェネレーター出力の向上によってビーム兵器の運用も可能になっている。その機体性能はゲルググに匹敵しており、 MS-11 という型式番号は本来ゲルググに与えられる予定であったが、ゲルググの開発が遅れたためアクトザクに与えられるという経緯を持つ。一年戦争終結後は地球連邦軍に接収され、時代に合わせた近代化改修を施した結果、一部資料によってはハイザックのベース機になる道をたどる一方、アクトザクの開発コンセプト、機体構造はザク3にも大きな影響を与えることになる。 AMX-011 ザク3の誕生。一年戦争終結後、ジオン公国軍が保有する技術の数々はそのほとんどが地球連邦軍に接収され、ザクタイプの流れを組む機体は連邦軍用モビルスーツとして運用されることになる。ハイザックやパイロット育成用に使われたザク 2F2 型がこれに該当し、このようなジオンの礎を築いたザクの変わり果てた姿は終戦後も反地球連邦活動に身を投じる旧公国残党軍にとって屈辱的ともいえる状況が続いていた。そんな状況に耐えかねたネオジオンの技術陣はかつてのジオンの意向を取り戻すため名機ザクの正当な後継機の開発に着手。このような思いを背負い誕生した機体が AMX-011 ザク3である。ザク本来の汎用性の高さと最新技術を盛り込まれて完成したザク3はその全てを機体単体に求めるのではなく、オプションパーツの換装によって戦況に応じた運用を行うという仕様に仕上がっている。当初は地上での運用を想定した設計であったとも言われており、ダブリンへのコロニー落としに投入された際には重力化仕様としてラカンダカランが登場し運用されることになるが、後にバックパックなどの換装によって宇宙船使用機としても運用されることになる。このようにさまざまな戦況に対応できるよう汎用性重視のコンセプトと多機能性を意識した設計開発が行われた本機はスタンダードな固定兵装と携行火器を装備。ビームライフルに関してはザク3専用の開発が進められたが完成が大幅に遅れたため、実戦投入された際には AMX-104R ジャジャのものを流用し、腰部フロントアーマーには2機のビームキャノン、頭部の後頭部にも小型ビーム砲が内蔵された。全高は24メートル弱という当時のモビルスーツ群の中でも大型に分類されており、ザク系列機の伝統ともいえるひばり方部のスパイクアーマーや機体のカラーリングは一年戦争時代のエースパイロット新松永のパーソナルカラーがベースになったと言われるなど、開発陣のザクに対する思いが感じ取れる仕様になっている。しかし前述の通り火力面や水力面など総合的な性能においてドーベンウルフより劣っていたという評価結果から主力機選定コンペティションで敗れてしまい、量産には至らず6機の先行試作型がロールアウトするだけにとどまっている。
AMX-011S ザク3回。前述のザク3に強化人間用のチューンナップが施され、ネオジオンの将校マシュマーセロ専用に運用された機体がこのザク3回である。宇宙船仕様の換装に加えて、スラスター推力、ジェネレーター出力の強化が施された本機は、比較的簡易な改修ながら、ベース機であるザク3をはるかに凌駕する機体性能を獲得している。バックパックには、標準の約8倍の容量を持つプロペラントタンクを2機搭載し、大幅な稼働時間延長を実現。姿勢制御用バーニアの増設や各部スラスターの大型化によって加速性能はザク3の数倍に匹敵した。さらに武装面に関してはザク3では開発が間に合わなかった専用のビームライフルを装備し、頭部の小型ビーム砲は排除され、代わりに近接戦闘能力の強化のため30ミリバルカン砲を内蔵。また左肩部のスパイクアーマーには宇宙機雷を投下するハイドボンブレイヤーを搭載している。これだけの高性能化を実現させた最大の要因は、強化人間用に調整された準サイコミュシステムバイオセンサーを搭載している点にある。サイコミュ兵器は搭載してはいないものの、バイオセンサーの搭載によってパイロットであるマシュマーの能力を最大限引き出すポテンシャルを発揮し、実戦においてはプル2の乗る NZ000 クイーンマンサを圧倒する活躍を見せるなど、これまで屈辱的な扱いを受けてきたザクにとっても技術者たちにとってもまさに歓喜の瞬間だったのではないだろうか。しかしオーラを発するほどに過剰な強化処置が施されたマシュマーのニュータイプ能力は、バイオセンサーを通してさらに肥大化し、スペースウルフ隊の集中砲火をバリアで無効化するなど、その力はさらに拡大。最終的にはマシュマーの断末魔とともにハイパー化に近しい磁界によって機体もろとも爆散するという最後を迎えてしまう。ザク3のさまざまなバリエーション。ラカンダカランが登場したザク3やマシュマーセロが登場したザク3回が主に知られている機体ではあるが、オプション換装での汎用性の高さから、その他にもザク3をベースにさまざまなバリエーション機が生み出されている。ネオジオン残党軍袖付きによって独自の改修が施されたザク3袖付き仕様。頭部、肩部、股関節部にガンカメラを設置したザク3強行偵察型。スモークディスチャージャーや左中用スコープを装備したザク3後期型陸戦仕様。リゲルグと同型のバックパックを装備したザク 3F 型大容量のプロペラントタンクに多数のスラスターを内蔵したエキステンションブースター搭載型のザク 3G 型ファンネル搭載仕様のザク3サイコミュ搭載型。さらにジオンマーズが主力量産機として正式採用したザク 3R 型ジオンマーズ仕様など多岐にわたるバリエーション機が存在している。また小惑星アクシズに残されていた赤いカラーリングのザク3回も存在しており、この機体はラプラス事変直後の宇宙世紀0096サイコフレーム回収計画の際、元広告軍兵士ダントン・ハイレッグの蒸気として起動。そのカラーリングの通りシャアーズナブル専用に調整された機体であり、基本構造自体はザク3回に近い仕様であったが、バックパックなどの一部ユニットに関してはザク3と同型のものが採用されている。 AMX116 ザク4機動戦士ムーンガンダムに登場する現在確認されている中ではザク系モビルスーツの最上位機種にあたる機体。カラーリングはグリーンを基調とし、ザク3の欠点が見直されるとともにこれまでの高い汎用性を維持しつつ、テールオプションの装着によって局地線の仕様変更、べき線のパイロットに合わせた調整、仕様変更などが容易にできるようになっている。ビーム兵器を多数装備するほか、大型のヒートホークと右肩部に装着された大型シールドを装備しているなど、これまでのザクのスタイルを意識した設計になっている。この大型ヒートホークは初期のものに比べて威力と使用持続時間が向上しており、2連ビームサーベルも内蔵されている。また頭部にブレードアンテナを設置した指揮官機として AMX116S ザク4イリアパゾム機も存在しており、こちらは黒とグレーのカラーリングを基調としつつ左腕部の宮に塗装。プリンセスと呼ばれる空間高機動用スカートユニットを装着することでファンネルの運用も可能になっている。このファンネルには通常のビーム砲を内蔵するほか、1機につき12発のクラスターミサイルを内蔵しているなど特殊な仕様になっている。ザク系列のナンバリング機として
かつてのジオン公国軍の意向を取り戻すというアクシズの技術者たちの思いが込められ、開発されたザク3は、ザク本来の開発コンセプトを極限まで追求し、高水準での第2世代モビルスーツとして完成。高い汎用性とトータルバランスに優れ、その後も多くのバリエーション機を生み出すなど、まさにザクの正当な後継機としての機体性能を有していた。以上、ザク3の系譜を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。